ゆきさん、今日は何について話しますか？今日は日本の清潔さについて話そうと思います。日本の清潔さですか。どんな話ですか？日本の街ってゴミ箱がほとんどないのにゴミが落ちていないんですよ。あ、それ僕も思いました。日本に来た時、すごく驚きました。そうなんですよ。外国から来た人はみんなびっくりするみたいです。僕の国では街のあちこちにゴミ箱があります。でもそれでもゴミが落ちています。日本は逆なんですよね。ゴミ箱がないのに街が綺麗なんです。なんでそうなんですか？不思議ですよね。実はいくつかの理由があるんです。今日はその話をしますね。ぜひ聞きたいです。1、なぜ日本の街にゴミ箱がないのか。まず気になるんですけど、なんでゴミ箱がないんですか？実は昔はもっとゴミ箱があったんですよ。そうなんですか？いつからなくなったんですか？大きなきっかけは1995年です。東京の地下鉄で大きな事件がありました。その後、安全のために街のゴミ箱がたくさんなくなりました。安全のためだったんですね。はい。でも実はそれだけじゃなくて、もう一つ大きな理由があります。何ですか？ゴミ箱を置くと、家のゴミを捨てる人がいたんです。家のゴミを街のゴミ箱に？そうなんです。ゴミの処分にはお金がかかるので、こっそり街のゴミ箱に捨てる人がいました。それは困りますね。それでゴミ箱を減らして自分のゴミは自分で持ち帰るという文化が広まりました。持ち帰りですか？はい。1972年に始まったゴミ持ち帰り運動が全国に広がったんです。50年以上前からあるんですね。そうなんです。最初は山や自然の中で始まったんですけど、今では街でも当たり前です。日本人は外出するとき、ゴミ袋を持っているんですか？小さいビニール袋をカバンに入れている人は多いですよ。すごいですね。僕の国では考えられないです。皆さんの国ではどうですか？ゴミ箱は街にありますか？国によって違いそうですよね。2、学校で学ぶ掃除の時間。でもなんで日本人はそんなに綺麗好きなんですか？生まれつきですか？いいえ、生まれつきじゃないですよ。実は教育が大きいんです。教育ですか？はい。日本の学校では子どもたちが自分で学校を掃除するんです。本当ですか？掃除の人がいないんですか？掃除の人もいますけど、毎日子どもたちが教室やトイレ、廊下を掃除します。トイレもですか？はい、トイレもです。私も小学校の時、掃除の時間がありました。どんな感じでしたか？毎日お昼ご飯の後に15分くらい掃除の時間があるんです。班に分かれて教室とか廊下とか場所が決まっていました。15分毎日ですか？そうなんです。ほうきで掃いて、雑巾で床を拭いて。雑巾というのは？掃除用の布のことです。これで手と足を使って床を走りながら拭くんですよ。走りながら。それは楽しそうですね。子供の時は遊びみたいで楽しかったですよ。友達と競争したりして。僕の国では掃除は大人の仕事です。子供が学校を掃除することはないです。日本では12年間、小学校から高校までずっと掃除をします。12年間、それは長いですね。
だから自然と自分が使った場所は自分できれいにするという気持ちが育つんです。教育で身につけるんですね。はい。よく日本人は生まれつき清潔だと言われますけど、実はそうじゃないんです。じゃあ教育の力なんですね。神道の清浄を大切にする考え方も背景にあります。でも実際に今の清潔さを支えているのは教育と社会の仕組みだと思います。皆さんの国では学校で子供が掃除をしますか？ぜひ教えてください。3. 日本人にとってのきれいさ。日本人はきれいにすることをどう思っていますか？義務だと感じますか？義務というより当たり前のことですね。空気を吸うみたいな感じです。空気を吸うみたい？はい。ゴミを捨てないのは当然のことという感覚なんです。それは興味深いですね。日本には迷惑をかけないという考え方があります。迷惑をかけない？他の人に困ったことをさせない、負担をかけないという意味です。よく聞く言葉ですね。ゴミを道に捨てると誰かが片付けなきゃいけない。それは迷惑をかけることなんです。だからゴミを捨てないんですね。そうなんです。あと、恥ずかしいという気持ちもあります。恥ずかしい？人前でゴミを捨てるのは恥ずかしいことなんです。周りの人に見られたら、あの人マナーが悪いと思われます。周りの目が大事なんですね。はい。良くも悪くもそういう社会です。良くも悪くも？綺麗な街が保たれるのはいいことだけど、プレッシャーを感じることもあります。どんなプレッシャーですか？例えば、ゴミの分別がとても細かいんです。燃えるゴミ、プラスチック、瓶、缶、紙。どのくらい分けますか？地域によりますけど、10種類以上に分けるところもあります。10種類。それは大変ですね。外国から来た人は特に大変だと思います。確かに、僕もゴミの分別は難しいと思いました。でも慣れると自然にできるようになりますよ。皆さんの国ではゴミを何種類に分けますか？国によって全然違いそうですよね。4. きれいな国の本当の姿。でもゆきさん、正直に聞いていいですか？もちろんです。日本は本当にいつも綺麗なんですか？いい質問ですね。実はそうとも言えないんです。普段の街は綺麗ですけど、イベントの時はひどいことになるんです。イベント？例えば、渋谷のハロウィンを知っていますか？はい、有名ですよね。毎年10月にたくさんの人が集まるんですけど、終わった後のゴミがすごいんです。どのくらいですか2016年はゴミの量が5500キロ以上ありました。？5500キロ。対策のために渋谷区は1億円を使った年もあるんですよ。1億円もですか？それはすごい金額ですね。しかもこれはほとんど日本人が出したゴミです。外国人のせいじゃないんです。意外ですね。日本人はゴミを捨てないというイメージでしたけど。そうなんです。花見の時も同じです。花見というのは、桜を見ながら食べたり飲んだりすることですよね。はい。春になると公園でお花見をすることがあります。
終わった後にゴミをそのまま置いて帰る人がたくさんいるんです。日本人がですか？はい、日本人がです。代々木公園とか上野公園では毎年問題になっています。ブルーシートも空き缶もそのまま残っています。次の日に来た人がゴミ片付けから始めないといけないんです。それは大変ですね。あとは河原のバーベキューもひどいですよ。どんな感じですか？東京の多摩川ではバーベキューの網や炭をそのまま捨てて帰る人がいます。ひどい時は包丁やコンロまで放置されていたそうです。包丁まで、それは怖いですね。高速道路でも問題があって、サービスエリアのゴミ箱に家のゴミを持ち込む人がいます。2025年には一部のサービスエリアからゴミ箱が撤去されました。結局ゴミ箱があっても問題は起きるんですね。そうなんです。日本は清潔な国と言われますけど、それは普段の街の話なんです。普段は綺麗だけど、人が集まるイベントでは変わってしまうんですね。はい、周りの目がある普段はゴミを捨てないけど、みんなが捨てている場所では自分も捨ててしまう。それはどの国でも同じかもしれませんね。そうかもしれません。だから日本人は特別というわけではなくて、仕組みと教育で保たれている部分は大きいんです。皆さんの国でもイベントの後のゴミ問題はありますか？ 5. 変わりつつある日本の清潔文化。これからの日本はどうなると思いますか？今ちょうど変わり始めているところです。どんな風にですか？一部の自治体では観光地にゴミ箱を増やそうという動きがあります。おー、それはいいですね。持ち帰り文化を大切にしながら、外国からの旅行者にも優しい街を作りたいということです。バランスが大事ですよね。はい。あと渋谷ではポイ捨てに2000円の罰金ができました。罰金ですか。マナーだけじゃなくてルールも必要になったんですね。富士山では特別なゴミ袋を1000円で買う制度も始まりました。ところで、新幹線の7分間清掃って聞いたことありますか？ああ、有名ですよね。新幹線が駅に着いて次に出発するまでの7分間で車内を全部きれいにするんです。7分で全部？はい。座席の向きを変えてゴミを集めてテーブルを拭いて全部7分で終わらせます。それはすごいですね。これは7分の奇跡と呼ばれてアメリカの大学でも研究されているんですよ。世界が注目しているんですね。あと、サッカーの話も有名ですよね。ワールドカップの2018年に日本のファンがスタジアムのゴミを拾って帰ったんです。試合に負けたのにゴミを拾っていたんですよね。そうなんです。世界中でニュースになりました。でも日本人からすると普通のことなんですよ。面白いですよね。ワールドカップではゴミを拾うのに、ハロウィンではゴミだらけになる。それは痛いところですね。でもそれが本当の姿かもしれません。完璧じゃないけど、努力しているということですね。はい。綺麗な街の裏には教育と社会の仕組み、そして一人一人の努力があります。でも完璧ではないんです。今日はとても勉強になりました。日本の清潔さには良い面も課題もあるんですね。
そうなんです。綺麗な部分だけじゃなくて、問題も知ってもらえると嬉しいです。マークさんの国では街の清潔さはどうですか？僕の国ではゴミ箱がたくさんあるけど、それでもゴミは落ちていますね。皆さんの国ではどうですか？ぜひコメントで教えてください。そうですね。いろいろな国の話を聞いてみたいです。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？動画の感想や意見をぜひコメントで教えてください。また、動画を作る励みになるので、グッドボタンとチャンネル登録、ハイプをよろしくお願いします。それではまた次の動画をお楽しみに。